っていうか実際美味しかったです。やっぱりちょっとね古かったです。悪魔的な美味しさです。しかもよくあるパッケージ詐欺とは逆で、前回の動画でバニーサブレの冷凍についてお話ししたんですけれども、ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。チャンネル登録もお願いします。ロゼパスタソース10個入り1498円です。新商品です。1食あたりは 149.8 円。原産国は韓国。賞味期限は来年の4月です。試食コーナーでレシピブックもいただきましたが、とりあえずパッケージに従って作ります。オリーブオイルをひいたフライパンに茹でたパスタとソースを入れて混ぜ合わせます。一般的なパスタソースよりロゼパスタソースは1パックが 170g と多めに入っているので、パスタは 2.5 人前分の 250g とロゼパスタソース2パックを使いました。夫婦2人分の昼食です。ロゼとはフランス語でバラ色の意味で、少しオレンジがかった濃いピンクのことですけれども、どちらかというとほんの少しピンク寄りのオレンジ色で、とても美味しそうに見えます。っていうか実際美味しかったです。トマトも玉ねぎもしっかり存在感があります。クリーミーで麺に絡みやすく、トマトの酸味に生クリームとチーズのコクでとても美味しいです。時短パスタをやってみましたが、結論から言うといまいちです。半分に折って2時間水に浸した麺とロゼパスタソースをパックして冷凍します。食べるときはパックごとボイルします。不精な家族用になるといいなと思ったんですけれども、このもったりとしたクリームにもっちりの麺は重いです。まずくはないんですけれどもね、ご参考までに。青森県産の長芋198円です。使いやすい 300g が3本の個包装です。1本あたりは66円。いつもの半額くらいで買えてラッキーでしたが、やっぱりちょっとね古かったです。ドローンと腐ってる部分はカットします。せっかくマグロのたたきも買ったので山かけにしましたけど、他は加熱して食べます。これは長芋の牛肉巻きです。酢水にさらした長芋を牛肉で巻いてます。お酒を振って冷凍しておきます。焼いてから焼肉のタレなどで味付けします。こちらは豚肉と長芋と小松菜の梅肉炒めです。味付けは梅干しと白だしです。マグロのたたき1380円です。長芋が安かったので山かけにしました。半解凍状態ですが、熱々の麦ご飯にのせるとちょうどよく美味しかったです。消費期限はあさってですね。ロッカコレクション 450g 入り1098円から220円オフです。2種類のトフィーが入っています。甘そうですけれども評判が良いので買ってみました。原産国はアメリカ。賞味期限は来年の7月です。左側がアーモンドバタークランチ、右がソルトキャラメルバタークランチ、それぞれ18個ずつ入っていました。フィンガーチョコみたいに銀紙で包まれています。バキッと手で割れるくらいなので硬くはないです。ザクッとした食感と口の中で広がるバタースカッチの香りと甘さが悪魔的な美味しさです。2種類とも食べ比べると塩加減で全然違う味ですけれども、どちらも美味しいです。ベルタースやアーモンドフロランタンが好きな人ならこれもハマると思います。どちらも3個で200キロカロリーですので食べ過ぎは注意ですね。イタリアンアーモンドクッキー899円です。新商品です。原産国はイタリア。賞味期限は9月11日です。6種類のアソートですけれども、パッケージと中身が全然違うんですよ。しかもよくあるパッケージ詐欺とは逆で、パッケより中身の方が美しくて美味しそうなんです。クッキーの上にピールやナッツ類が乗っかっているだけに見えますけれども、
それぞれのクッキー生地の材料が微妙に変えてあったり、チョコなどでコーティングされているのもあります。左上からアーモンド、レモン、ピスタチオ、ホワイト、オレンジ、ダーク。ホワイトの中は抹茶っぽく見えますけど、アーモンドとピスタチオのクッキーです。小麦粉を使ったバタークッキーだと思い込んで食べるとおやっと思いますけれども、小麦粉を使わずアーモンドパウダーと卵白で作られていますから、しっとりとした焼き菓子で上品なお味です。1個あたりのカロリーはざっくりの計算ですが94キロカロリー。お砂糖はしっかり使われているのでダイエットクッキーではないんですけれども、蜂蜜も使われていますし、添加糖シロップも使われています。あとね、グルテンを気にされる方にはいいんじゃないかなと思います。うちの子、小麦アレルギーだったんですよ。中身が少ない割に雑に入っていますし、1個あたりが70円ってお高いなと最初は思ったんですけれども、とても凝ったクッキーなので納得です。せっかくね、いいクッキーなのにこのパケのイラストが台無しにしているのがもったいないなと思いました。あとこれね、小麦を使ってないのにパスタって思って調べてみたら、ラパスタデなんかよくわからないけど、直訳するとアーモンドパスタってことらしいんですけれども、もうそもそもスパゲティやマカロニのイメージからほど遠いですし、なんかね、大豆ミートハンバーグのような、結局お肉入ってるの入ってないのって感じの、もう古い日本人には分かりにくいことこの上ない、お名前ですね。これはなんか熱く語っちゃったけど伝わるかな。前回の動画でバニーサブレの冷凍についてお話ししたんですけれども、冷凍したものを食べてみたところ、冷凍庫から出してすぐに食べても美味しかったです。自家製クッキーの場合、自然解凍してから軽く温めていたんですけれども、このサブレは水分が少ないせいか、出してすぐで温めなくてもサクサクです。真空パックした方は残念ながらお腹の部分が割れてましたけれども、ラップ&バッグの方よりもサックサクで美味しかったです。冷凍庫に余裕があればバニーサブレは買ってすぐに全て冷凍することをおすすめします。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。